アレクサ、今の日付。本日は11月29日土曜日です。アレクサ、今の時間。うわ、午後10時59分です。わざとじゃないよ。ようやく準備できた。11011度 86%。喉に攻撃。アレクサ、今日の西暦。今日は2025年11月29日です。やっと準備できた。収録しよう。まだテーブルの上とか片付いてないけど、まあいいやって。収録しよう。時計見たらだよ。こういう感じだよ、いつも。嫌がらせさ、ブレインジャック、喋れなくしてきた。いつもこういう状態だと。それを今言ったら、連中それ言われたくないから、そのあたりから喋れなくしてきた。だけどそれ以前は連中が思惑とした時間に収録させて、時間どうのこうのやってそれ自慢したいから、それまではちゃんとできるようにしてきた。で、そういうふうにできるようにしてきている時間、タイミングっていうのは私ちゃんと動くんですよ。普通に動くんですよ。ただ一日にすごい瞬間的なものしかないんですよ。一日で言うとね、いやお前瞬間って 0. 何秒とか1秒とかそういうもんだぞって言われるかもわかんないけど、時計こういう風に映すまでのその時間1秒とかそんなもんじゃねえぞ、瞬間じゃねえぞ言われるかもわかんないけど、一日にそれぐらいの瞬間的なタイミング、時間、感覚、期間しか普通に動ける時間、連中与えないの、私に。マジガチ。でちょっと開封いきます。カメラ切りますね。スパイダーパイ。今録音始まった。しくじったしくじった私としたことが。今ね、一生懸命録音していると思って一生懸命開封とかゆっくりやって開けたんだけど、映してなかった。あれで録画今始めた。こっちで録音も今始めた。それ忘れるようにブレインジャックされて、それに引っかかった。久しぶりの収録だとこういうこと発生するんだよね。で、こうやって連中ブレインジャックでも証拠収録できないようにするんだよね。してるんだよね。マジガチ。まあ皆様も別に大したこと言ってねえんだろうみたいな感じだと思うけど、まあ決定的瞬間はあんまりないね。ちょっと俺カメラ切るわ。録音できてると思ってカメラ切るわっつって、ラリルレロ喋れなくしてきた。収録できてなかったからちゃんと喋れてたんだ。今収録ちゃんと始まったらさっきよりちゃんと喋れなくなってきた。マジでガチで。まあわかりました。寒いんでちょっと値段見るわ。今2700円だったかな、上下で。これあんまりおしゃれなんでこれ着てるとモテちゃうかもわからないですけども、あれ今ね、確認できないように嫌がらせ来てる。そっちか、画面ここに出てるのか。で、この今開封するやつがいくらだったのかとかの準備もちゃんと見れないような状態で収録始まってて、その収録が始めた時間って午後11時ぴったり、23時ぴったりで、この状況。なんでそんなに準備整ってない、録画も録音もちゃんとできてない状態でそのタイミングで始めてんのってわかる？ブレインジャック。虫の知らせとか偶然じゃなくって、ブレインジャックで連中のカルト数字の
時刻を見せられたり、窓を開けたタイミングに車が走り去るとかいうのを見せられてんの。でだからそれがブレインジャックで自分が動かされている状態なの、状況なの。マジガチ非侵襲性でしょ。終始そういうふうに動かされてんの。それで私何もできないの。そんな状態にしか持っていけてないの、持っていかないの。こっちに得があるとかうまくいくとかそういう状況状態作れなくって、さらに日本の国際残高、火の車、ケツカッチン、治安悪化、めちゃめちゃ何もかもがダメになるようにしか持っていけてないのが精神病院、警察関係者、あと行政の連中、保健所とか。保健所がそんな、行政は行政でも保健所ってそんな重要でもないような連中がなんでどこまでそこまで日本を陥れたとか陥れるとかできるとかお前思ってんの、言ってんのって思うでしょ。23条通報乱用で関わってきた行政の連中、全然保健所の連中、家庭内白ハゲ保健所の連中とつるんで嫌がらせしてきてた私に。いや保健所重要でしょうって思う人いるかもしれないけど、もっと重要な連中とかいるでしょ。文科省の連中とか教師の連中とか。じゃあそっちはやってないのか。全然やってるよね。だからいじめ問題なくならないんだよ。今ようやく連中移民受け入れとか始めたから、今まではそういうのもやってなかったんだよ。お前反対派賛成派言われるかもわかんないけど、それちょっと置いといて、移民受け入れの問題が起きる前って日本人一色っすよ。ほとんどね。庶民の話、私の高校の時にチャイニーズとかクラスにいたりしたけどね。だから全く田舎すぎてそういうのが全くない、東京みたい、新宿みたいな感じでね、私の世代年代でも外国人が学校にいなかったとかいう状態じゃないですよ。もう日本人一色。ところが今分かってきたんだけど、パトチン、コリアン、在日とか帰化人とか混ざってていたんだね。結構知らなかった。あと新興宗教団体の信者の子供たちとかクラスにいたんだね。知らなかった。ゲップで喋り続けられなくされている。知らなかった。で今ようやく移民とか受け入れるようになって、そういう流れでその人たちが犯罪を犯してて、犯罪がどうのこうのっていう問題になってきてるけど、で今まで私は日本人一色だと思ってた。日本は実際違った。で日本人だと思ってたけど違った人たちの犯罪って多かった。あと不良とかね。でそういう連中が日本の公務員になりたがってなってった。スポーティーな受験戦争勉強とかしてないで、ライバルを蹴落とすようなバカにするみたいな、競い合って技を高め合うじゃなくって、自分より強いやつ、優秀なやつは潰すみたいな、そんなことやってたじゃダメじゃんっていうのすんげえやり続けてた連中いたでしょ。連中集団ストーカーだね。で正体割れ始めた。連中先見性ないから、当時こういう情報化社会になるのも知らないわけよ。そういう連中なんですよ、集団ストーカーって。全部盗んでるだけで、それをてめえらのネットワークで集約して先に行こうとしているだけだから、連中だけになったら進歩進化しないんですよ。その進歩進化しない連中のまんまだったらよかったのに、時代が進歩進化して私たち友達だと勘違いして連中と分け与えてたんで、その進歩進化しない連中が裕福になったんですよ。それで今めちゃくちゃになってんのね。
連中は進歩進化しないまんまの状態で隔離して連中だけにしといた方がいいわ。そういう話ですよ、移民問題って。日本いいなと思って日本に従いたい、日本の方針に従って日本に入りたい、そして日本が蹴落とし合うんじゃなくて競い合って日本で競い合って日本を高めていきたいっていう人たちが移民で入ってくるんだったら当たり前でしょ。ウェルカムでしょ。でそういう状況下で日本の底辺の落ちこぼれの私が疲弊していくんだったら自己責任だけど、これ今の状況違うでしょ。そもそも私お金欲しい、いいもの欲しい、進歩進化していきたい、ミーハーなところもある、新製品とか好き、面白いこと好きな人間だから喉にこうそれらを手に入れるために働くんすよ。働けないようにして罵倒しているだけだよ。特に家庭内白ハゲなんかそうでしょ。どこにも行かない、海外旅行も行かない、海外にも興味がない、ただ目につく周りのものすべてに嫌がらせしてそれで生きがい感じてる。それ以外ないんだよ、家庭内白ハゲ集団ストーカーの連中って。で私嫌がらせされなきゃこんなところにいないんですよ。実家にいないんですよ。海外で暮らしたいっていう気持ち強い。今でもここまでボロボロにされて不可能な状態になっててももうチャンスあれば行っちゃいますよ。動ければ、動き出せれば、あとチャンス。例えば YouTube でうまくいったりとかしたら、それで収益得られたらもう行っちゃいますよ。インフレだぞ、物価高いんだぞ、関係ないですよ。ってところで袋から出すところ連中の工作で撮影できなかったけど、続けていきます。でね、収録してなかった部分で言ったので重要な部分は、私これ40年前ぐらいにこういう感じの着てたんですよ、中学校の時。その時のものより品質悪いで値段は一緒。そうだ、それでいくらで買ったかの説明が必要なんで、それ今言おうとして、で今度ゲップね、ゲップ電磁波攻撃でゲップですよこれ。ほんと間違ち。今ね食べるとそれを理由に嫌がらせが強化されるんでほとんど食べてない。今ブラックフライデーセールで3000円のやつが2700円、 10% 引きで300円引かれて2700円。多分ね中学校の時のジャージなんですよこれね。この付近は大体こういう感じだったね。今回青かったけど、そうだね。他のエリアだ今いろんなデザインになったけど、昔はもうこればっかりやったよ。みんなこれだったよ、どこ行っても。多分日本全国おそらく知らないけど。だから地域バレないと思うからね言っとくけどね。でここのチャック良かった。これね知ってる。この類チャイナ製ですね。ちょっとちなみにちょっとピント合わせるわ。アップにして見せる用のちょっとピント合わせする。見える？こっちか。ピント合ってる？L 買った。LL 欲しかったんだけど LL だと色がね変なのしかなかった。でいいや。色はブルーで、このチャックもう少し細めでね、もう全然細くて、素材も
プラスチックっぽいような金属みたいな感じだった記憶だね。それだと邪魔にならないし、まあ動くのにもね、あと壊れないんですよ。この類、このタイプのジッパーのやつって壊れるし重くて邪魔なんですよね。これで品質悪くなってる。何もかも悪くするからね、いちいち。すでに良くなってるもの真似るだけじゃん、真似てるじゃん。なのにいちいち変にするよね。ほんと疲れるね。いやもうまともな国ね、工場で製造されるようになる時代をほんとマジガチ強く願いますね。でこれ今回2700円で買ってるけど、まあおそらく日本で生産しても2700円で出せると思うよ、この製品。だから中間で安く製造しているくせに、中間で搾取っていうか利益取ってるやつが取りすぎなんですよ。消費者に一丁前の値段で届いてんだって。なのに労働者も工場もらしいよ。工場も夜逃げしてんだよ。工場長今潰れて、チャイナの工場次々今潰れて、うわ品質悪、薄、あ違う、昔着てたのと違う、これで、これも違う、うわ取ってつけたような縫い目縫ったやつ、うわ、まあでもしょうがない、着るしかないダッサ。いやおしゃれだと思ったけど、あこれおしゃれだわ、これ伸び、これ素材の布の生地の伸びも悪い。うわこれ2700円しないよ、これ絶対しない、これ。だからまあ今多分売ってないんですよ、この付近の中学校とかでこれ着てないから。もしこの辺の中学校でもまだこれ着てるんだったら、私が昔使ってたやつとね、着てたやつと制服みたいなもんだから、同じの売ってんだったら冗談で買おうと思ってたの、それを。だけど売ってないから Amazon で検索して買ってみたんだけど、これ上下で1000円だな。上下で例えば景気のいい頃とか客寄せでディスカウントショップとかで出てれば嘘みたいな感じで、上下で1000円だな。980円ディスカウントだったら。そんなのあるかよ。今の感覚だとそんなの売ってないって思うかもわかんないけど、こんなど田舎でもそういう時期あったよ。こういうのがそういうので売られてる時期。服が500円ね、ズボンとか上着とかで上下で1000円ね。でまあ今の時代だったり通販だからっつうので1200、300円とか、まあ1700円1キュッパぐらいな品だで、これで重い、結構ジャージなのに。うわ嫌がらせだわこりゃ。でこれズボンがないからズボン欲しかったんですよ。こんなに品質悪いんだったらちゃんとしたの買えばよかったわ。アディダスとかどうせズボンだけが欲しいか。あとね、何なんだろうね、このジッパーのここのところ、さっきちょっとうるさく言ったけど、これ買おうと思って検索してたらパーカーのこれがね、ジッパーから脱線して取れて元に戻らなくなったの。ここだけじゃなく、
ここの部分からでもうどうしても買わなきゃいけない状態になったの。だから寒くって上も下も、それでこの上下にすることにしたんだけど、それがなければまあ下だけも買ってたかもわかんない。そういう風な嫌がらせが介入した状態でこうやって買って手に持ってみると、何これっつうのがいう状態なんだよね。で Amazon で私が何買おうとしてるのか、盗聴盗撮、パソコン画面とか傍受した上で、通信傍受した上で、いや変なもの買わせようっていう算段でブレインジャックしながらパーカーのチャック壊して、おそらく超音波とかデンジャー攻撃駆使して、連中ジッパー壊すの好きだからね。あれアート引っ越しセンターでアルバイトした時、食パンとか持参してったんですよ。嫌がらせされて買い物できなくされるから、昼飯自分は安売りしてある食パンとか買って、あとチョコレートのジャムと食パンで食う。でそのジャムとか、あとポケットティッシュとかね、そういうのをバックパックに、ずっと使ってきてたバックパックに、大切にして使ってきたバックパックに入れて、で仕事してたら、運転手のやつだろうね多分、私が荷物とか出し入れしてるじゃん、引っ越しの荷物ね。その間運転席に置いといたバックパックのチャック壊された。そういうの好きだし、そういうやり方知ってる連中なんですよ、集団ストーカーって。このチャックの1個なんかで引っ掛けてクッて取られてたので、それでもう終わり。それだけでもう終わり。こういうのはそこだけそういう風に壊せばすぐ壊れる、使えなくなるって知ってる連中なんですよ。嫌がらせする連中、集団ストーカーの連中って。アート引っ越しセンターでやられましたよ。ほら言うよ、嘘じゃないもん。お前嘘言うな、うちのアルバイトにそんなやつ一人もいねえぞって言ってくるなら言ってくればいい。私がアルバイトした時したの知ってますか？知らねえよ。してるんで調べてください。その時に私と一緒に働いたやつピックアップしてください。覚えてますから。こっちそいつの名字も覚えてるから。つうか今もそいつと働いてっから。そいつですよ。そいつにやられましたよ多分。犯行現場見てないけど。そういう嫌がらせされてることって私すげえ多々あって、偶然じゃないと思うんで、わざとやられてると思いますけどねって。まあそこまでその人の名前とかまでは言わないけど、アート引っ越しセンターで働いた時にその嫌がらせされたっつうのは、お前集団ストーカーなんてないよ、そんなのあるんですか、教えてくださいって警察署の取り調べ室で言われてるぐらいだから、こういう風にして教えてあげるよ。アート引っ越しセンターでアルバイトしたらチャック壊された。すんげえ乱暴なやつに、すんげえ乱暴なやつ。なんかでいちいちね、アクションリアクションがでかいの。こういう風に動かして、こういう風にやるようなやつ。こんないちいちこんな大きく動く。すんごいいちいち。そいつあんまり仕事しない。そういう動きだけは大きい。だから近寄れないの、危なくって。乱暴だし短気だし。お前初日から随分癖のあるやつと一緒に仕事したねとか言われたぐらい。そいつみんなからそういう風に見られてる、思われてるけど、うざいし出しゃばりだから、みんなねヘラヘラしてるっつうかね、なんか当たり障りなくやってるような感じだったね。そう、まあちょっとポケットあるね。すんげえ、何こ生地がっかり。
ここまで品質悪くなってんの？全然伸びねえじゃんこれ。いや伸びてるよ、伸ばしてるだろう。薄いし生地。あ、透ける余裕で透ける。昔さ、透けるの表現できるかな。映ってないね。これね、これね、あれ透けて見えない？カメラでは透けて見えないね。肉眼では透けて見えるよ、もうこれ全然。あ、これディスプレイあるでしょ。これこうやるでしょ。わかんないかな。見せれるかな。見せれてないかな。もういや、そりゃ透けるよってそうやればって思われるかな。あ、ここの腰んとこのゴムのこの伸び方も稚拙だ。すんげえだっせ。あとこれもある。もう買わない。この品質確認しないで何色か何着か買うつもりでいたん。買わねえ。マジガチあれよ。これズボンだけでも1本その1000円未満のレベル。ほら、やばいって。これコスプレレベルだって。これほんとやだ。返品？コスプレレベルだよこれ。やばい。2700円。1700円ぐらいだったら笑ってるかもしんないけど、今2700円。これいつまでもすね。こんな薄い。こっちの中学校で着てたやつってなんかね、冬も着るから、結局はなんつうのかな、厚さが違う。薄い。厚さが多分倍ぐらい薄い。倍は薄いね。中学校の時だけど覚えてる。でだからその分やっぱあったかいじゃん。で伸びも違う。伸びた。中学校の時のやつ。ジャージ好きで、なんかこのクソ年取っておっさんになってから冗談で着たくなったんですよ。でおしゃれだな自分って言いたかったんですよ、ふざけて。これやだわ。返品めんどくさいからね。出荷アマゾンだから、カスタマーもアマゾンだから。でこういう服って全然ね、返品聞くからね。返品すっかこれ。ちょっと袖通さない。履かない。すぐ履きたくって、今収録しながら履こうと思ってたの。これおしゃれかな、モテちゃうかなとかふざけながら。いやこれかなり品質悪いよ。ここもそんなに伸びない。もう伸びきった感じだもん。コスプレのさ、1回か2回しか着れないような感じの素材と縫い方じゃない？これやばいよ。絶対これ品質で、この札だけは立派みたいな。なんか立派な雑誌の表紙みたいな金のかかったタグついて。ほんとやだわこいつら。ほんといちいち何でも品質悪くするような、わざとだからね、こいつらのやってんのって。ここダメにすれば
ここまで作ってても、ここのこの要所でここダメにすると品質下がる、嫌な思いするって分かってて知ってて、そこダメにして作ってくるからね。でそういうことやってたんで、ちょっと今一気に世界から半付けにされて、次々に工場とか閉鎖潰れたりしてるんだけど、チャイナでね、工場で働いてた労働者も働いてる時も金持ちになれてないし、一部なってた人たちもいるかもわかんないけど、だから電気自動車とかいっぱいみんな購入してたのかもわかんないけど、労働者もちゃんと対価得てないし、だから直ちにすぐに今工場潰れてホームレスになってるとかニュース見るけど、まあ嘘か本当か分かんないですよ。全然行ってないし行けてないし、行ってる人たちいないしね、危ないから今で、まともな情報出せない、嘘の情報しか出せない YouTuber しかいない感じだから。でじゃあ工場の経営者が労働者から搾取しまくってたのかっつったら、それも違くって、工場の経営者も夜逃げだって。で工場廃墟で債権残ってるから、金持ちのままで夜逃げとかしてんじゃなくて、債権の取り立ての人たちがその工場の金属物とか機械とか全部もう持ってっちゃってんで、そういうのは労働者全然できないでしょ。そういう業者より先に自分たち給料もらってないからっつって取ったりとかしたら、そういう債権取り立ての人たちにふざけんなってやられるでしょ。常に弱者、私たちみたいな感じの喋れなくされてる。弱肉強食とかそういう話じゃないんで、もう相手にしたくないよね、ほんとね。40年前よりも品質低くて金額高いんだよ。そこにはヤンキー暴走族みたいな連中の脅迫脅しがあるとしか思えないでしょ。じゃなきゃこうなんないでしょ。まともな人たち、私みたいな人たちがいろいろ頑張ったやった積み重ねてきた。お前何寝たきりニートのくせに何言ってんだってね。何にもできなくされてるでしょ、そういう連中に。パトチンカーでひき逃げ、精神病院に入れられて運転免許取り消し、しかもゴールドの運転免許取り消し。オートバイの運転だって暴走族と私のオートバイの運転違うからね、言っとくけど。パトチンカーでひき逃げしていくような暴走族と私のオートバイとか車の運転違うからね、言っとくけど。あいつらオートバイも車も運転できねえの。だからひき逃げしかしねえんだしね。使い方も違うの。意味のないことしかしない、できない、やれない、やってないの、常に。そんな連中にね、一銭たりとも税金与える必要ないの。餌を与えないでくださいって。連中に税金を与えないでくださいって。もうそれに徹するしかないよ、ほんと。で気に入らないから返品しますするか、これ。マジガチ気に入らない。やだ。これはないわ。もうこれ返品してズボンだけに2700円かけた方がいいわ。で上着も必要なんだよね、寒いんだよね。もう寒くなるからさ、早くやんなきゃいけないわ。ちょっともうこの収録ここで終了。これ返品だわ。やだ、これマジガチ無理。もうズボンだけで2700円とか普通のアディダスとかナイキとかああいうのも
集団ストーカー系に買収されて連中の企業になっちゃってて、今品質落ちてるし、私あんまり好きじゃないんだけど、ゲップこれ悪すぎる。そっちの方がまだまし。とりあえず以上。次に進みます。